どうも金子でございます。ということで今日なんですけども、マイボートの上におります。で今日の日付が7月の28日夏スタートでございます。ということで今日はね、船で夏らしい釣りをやっていきたいと思います。夏ってね、意外と釣れる魚種少ないんですよ。ワラサとかサワラとかシイラ狙ってもいいんですけど、ちょっと夏はあんまり味が良くないんですよね。が痩せてるんでね。中には美味しい個体もいると思うんですけど、そういう個体を探すのはとっても至難の技です。そんな夏に釣って楽しい、食べて美味しい魚といったらですね、やっぱり光り物なんですよ。イワシ、アジ、サバ、特にイワシとアジですね。であとキスですね。ここら辺がうまいので今日狙っていきますとか言いつつ、今からジギングやろうとしてるんですけど、なんか釣れれば OK かなと。水深が26。よし、しました。 OK。 うわ、いい反応。お、なんか食った、なんか食った、なんか食った。多分ジギングサビキのサビキの方になんか食ったわ。なんだろう、ベイトがかかったと思う。ほら、うお、何こいつ、ベラ？ジギングサビキにベラが食った。笹の葉ベラ系みたいな感じですよね。食べようこいつは。ほら、ちょこっとね、さっきまで遊んでました。カマス、サバ、アジですね。でエソがちょっと死んじゃってますね。よいしょ、ベラちゃん入りました。なんかちっちゃな水族館ができてきてますね。いや楽しいな、やっぱ釣りはいいな。でもね、ジギングサビキでベラが釣れるってもう珍しいですよ。だいたいアジとかイワシとかなんですけどね。お、今当たりましたね。お、なんか食った、なんか食った。でもなんかあんまり光んな。何これ、ついてる。お、ほら、うわ、すげえ、でけえカサゴ。いいカサゴ釣れた。しかもちゃんとジグに食ってるわ。うわー、でかー。しかもこれやっぱなんだろう、30メーターぐらいのとこから上げたんで、深場のカサゴっていうカサゴですね。これうまいよ。やったー。でもやっぱ深海から上げたんで、やっぱプカプカ浮いちゃうな。生きてはいるんですけどね。この子たちはもうちょっとしたら氷の中に入れてあげましょうか。いいね、今のところ2連チャンですよ。カサゴにベラ、すごい駆け上がり。これね、中層あたりには何もいないんですよね。いいね、こうやってほんと魚探を見ながらこう自分で棚探れるって最高。ほんでやっぱり運転してくれる人がいた方が絶対いい。自分で運転しながらこう操船してこう竿を出すこともできないことはないですよ。外にもこれハンドルついてるんで。でもむずい、まだそのレベルにはいってないですね。サワラ狙ってる船がちょいちょいいるんで、サワラとかも回ってきてると思うんですよね。間違いで釣れちゃったら面白いけどな。ちょっと餌やります。こう自分の船で行くとこれがいいよな。ジギングが来たなと思ったら餌やっていいんだから。旗五目。うわー、ちょっとでも日が出てきて暑くなってきたな。今日はね、ちょっと来てください。これこんなんも用意してるんですよ。夏の船の上でじゃーん、キンキンに冷えた麦茶、そしてドライ、そしてフルーツトマト、これですこれね、スイカ、そしてキュウリ、これ用意してますから。うんまっ、うわ、よみがえるわ。家で食う8倍ぐらいうまい。すごいわ。多分今落としたら絶対釣れるわ。でも落とさない。なぜなら今は野菜を食べたい気分。ほら、きゅうり、これ何もつけないでいいですから。何もつけんでもうまいけど、何かつけた方がうまい。塩さーかけて、塩分も補給できると。そしたら麦茶、ビールもうまいんですけど、アルコールってこうなんだろう、水分補給にはならないんですよ。なんでちゃんとアルコール飲む場合でも別でこういうお茶とか水、水分はしっかり取らんと脱水症状になっちゃう。塩分も大事ですよ。よし行こう。サンマの切り身買ってきました。だいぶ常温でね、発酵が進んでおります。うわ、臭そう。サンマの他にね、イカも持ってきてるんで、イカでもやってみようかな。じゃあこれで落としていきますよ。いってらっしゃい。うわ、釣れそう。俺は釣れるぞ。こんなんめっちゃ当たるんだけどちっちゃいな。ほら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 、釣れてるな。でもちっちゃいな。これは何が釣れた？お前なんだ？あなたでございましたか。
これベラ系の魚、ここはちょっと逃がしましょうか。であとこれ何これ、なんかこういうね得体の知らないものは触んない方がいい。一回俺ねこれ系のものを触ってめっちゃかぶれたことあるんですよ。気をつけてくださいね。しかもこのトゲトゲ系はね結構気をつけた方がいい。これやっぱ餌強いわ。あと1種類ぐらいなんか釣れたらいい感じのお刺身の盛り合わせができそうだな。ちょっと次はイカでやってみます。イカちょっとサンマだとね餌持ちが悪いんですよね。イカタンいってらっしゃい。僕今日これスーパーでイカ買ってきたんですけど、そこにあるんですけどガが入ってました。これってその店舗で混入したんじゃなくて、イカって光を当てて取るじゃないですか。で取ってすぐに箱詰めするところもあるんですよ。なんでその光を当てるってことはガも寄ってくるんですよ。箱詰めの時にガも一緒に入っちゃうことがあるんで結構あるんですよね。いやー乗らんかった。何が食ってる。すっげえちっちゃい小魚が続いてますね。これ全部ねベラだと思うんですよね。きた、かかった。完璧にフッキングしました。これなんだろうな、気持ちいいよねこの明確な。あ、結構大きいかも。結構大きい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 。何、あ、カサゴとこれ2連だ。おお、なんか今日はこいつら多いな。カサゴちゃんはリリースだな、ちっちゃいから。でベラはどうしような。ベラちゃんもリリースだな。お、なんか入れたすぐサビキやったら入れたらすぐ来た。何すげえ、ここやばい。サビキ入れたらアジにかます。これぞ夏の釣りですよ。落ちパクでしたね。サビキやるよの前にもう釣れちゃいました。来た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 、はい来た。船でサビキなんてなんて贅沢なの。これなんだ。おお、また新しいお魚来た。これムツですね。ムツ、これ美味しいやつ。このムツも意外とサビキでねよく釣れる魚なんですよね。よし、じゃあよっこらせた。スイカいただきますか。割れんな。いきます。ちょっとね包丁がないんでハサミでいきますけど、こんな船の上で食べるキンキンのスイカなんてもう最高だと思いますよ。ほらもうこのみずみずしさ。いきますよ。うわ、うまそう。やばー、早く食べたい。喉乾いた。うわーうまい。これもう、はい、最高。いただきます。やっば。今年食べたスイカで一番うめえ。うますぎる。そしたらこの釣ったアジたちを使って少し泳がせもやってみますか。何を泳がせような、かますよりね多分アジの方がいいと思うんですよね。このぐらいいくか。あ、いいサイズ。素手で触るとちょっと弱っちゃうんですよ。網越しに触るのがいいってことを知りました。鼻がけでこんな感じですね。でけえ魚になって帰ってきてくれ。はい、ということでちょっと大物になってみたんですけど、釣れなかったですね。ほんで今鳥羽の方に来てご飯食べてました。その様子は多分セカちゃんとかに上がってると思います。いや、船止めてご飯食べるって最高で、いけすにたくさん釣れたんでね、これ料理して食べていきたいと思います。とりあえずマリーナに戻ります。さてマリーナ帰ってきました。結構リリースしちゃったんですけど、よいしょ、さっと。うらー、すった。うら、たっぷりの味。これとか大きいじゃないですか。いい味ですね。これを氷水の中にシャボーンと。はい、綺麗に締まってますよ。カマスも入った。ほら、カマス。カマスはちょっとちっちゃいんでね、もう1匹だけにしました。味見程度で。よし、じゃあ家帰ってさばいていきたいと思います。ただいまということで帰ってきました。さあまずはお魚見ていきましょうか。よいしょ。はい、こちら夏の超過って感じですね。アジもこのぐらいの小さいサイズからこのぐらいのちょっと中ぐらいのサイズも釣れました。でこれカマスですね。これ本カマスなのかな、水カマス、どっちだろう。多分本カマスだと思うんですけどね。これもうちょっと大きいとね塩焼きにしたら最高なんですけども、今日1匹持ち帰ってきました。でこちらですよ、今日の一番の大物、カサゴ。水深 30m ぐらいのところで釣りましたね。でこのカサゴはもうとりあえず素晴らしい第一歩なんですよ。これ
150g のジグにちゃんと食ってきたんですよ。僕の船で初めてジグで釣れたお魚です。カサゴです。で、僕の船は釣れた魚はステッカーを貼っていいっていうルールなんで、カサゴのステッカーも船に貼っていきたいと思います。今マゴチが貼られてますけど、カサゴも追加ということで。これが何ベラですかね。ベラですね。こいつもめちゃくちゃいました。素晴らしい兆候でした。そしたら今日はこちらのアジとかカサゴとか使ってお刺身を作っていきたいと思います。で、小アジの小さいところは唐揚げにして食べたいなと思います。これぞ夏の贅沢ですね。やっていきたいと思います。そしたらまず刺身はカサゴとベラとカマスもちょっと刺身にしてみるか。めっちゃ鮮度いいんでね。で、アジのこのぐらいの、だいたい15センチぐらいのところ、これはお刺身にしましょうか。夏の小アジはね、バカにしちゃダメなんですよね。地域にはよるんですけど、僕の住んでる地域はね、すごくいいんですよ。小アジが。この時期すげえうまいんですよね。このぐらいにしときましょうか。で、あとは唐揚げにしましょう。食べる分だけ持ち帰ってきましたんでね。よし、そしたら小アジの処理からやっていきましょうか。ざるに小アジを入れます。で、唐揚げはね、やっぱちっちゃい方がうまいような気がする。はい、ざるに入りましたら、そこに少し氷を入れます。で、お塩をぶっかける。ざーっとね。カマスも一緒にいっちゃおうか。そしたら、ざるでこう挟んで、シャガシャガシャガシャッ。こうすると、ざるのこの網目とアジと、そして氷が重なり合って、小アジのぬめりと、あと小アジの小さな鱗っていうのがある程度取れます。ほら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 。ほら、もうめちゃくちゃぬめりが出てきてるの分かりますかね。これ手でガシャガシャやると意外とヒレとかがね痛いんですよね。なのでざるでガシガシします。よし、もうこんなもんですね。ほら、ドロドロ。そしたらきれいに洗います。よし、これで OK ですね。もう鱗がねそんなついてないんですよね。多少は残るんで、気になる人は包丁でカシャカシャ取ってください。そしたら唐揚げ用の仕込みですね。唐揚げ用はこのまま揚げてもいいんですけど、僕ねめっちゃ抵抗あるんですよ。なぜかというと、サビキで釣った小アジなんで、このお腹の中にはサビキの餌が入ってるんですよね。でこのまま揚げちゃうとそれも一緒に食べることになりますんで、ちょっと僕はね嫌なんです。それそういう場合はね、こうエラがありますんで、エラを持ってこうエラ外しますよね。ブチンと外しました。そしたらカマのところをこうやって持ってビロビロビロっとやると、こんな感じで頭ついたまま内臓取れますんでね。新鮮だとちょっと硬いんですけど、慣れると簡単にいけますよ。エラ持って、でエラ外れたらカマ持ってピロピロピロっと。でちょっとここにね内臓残りますんで、これは手で取ると。ほら、内臓を置いたところ、水のところ油がふわっと浮きますよね。小さいんですけどしっかり油がある。これが夏の小アジです。さあ、ということでこうやってどんどん取っていきたいと思います。はい、このように小さいところは内臓とエラ取り終わりました。そしたらこの取り終わったもの、もう一度ざるに戻して、でもう一回塩を打ちます。もう一回塩を打って、で氷少し入れます。この氷入れるっていうのがめっちゃ大事なんですよね。これより摩擦が強くなるし、このアジも冷えますんでね。でぐるぐるっとします。こうすると今度はお腹の中の汚れもある程度取れますんで、仕上げでこの状態でもう一回やってあげると。よし、ここまでやれば OK ですよ。で、水で流すと。そしたらペーパーの上に並べて、で、水気を取ります。で、これ触ってみると分かるんですけど、鱗もぬめりもついてないんですよ。もうツルツルのプリップリ、完璧に処理できてますね。これね、ちっちゃいんでこの税ごとか取んなくても大丈夫です。これが僕の小アジの一番楽なさばき方かなと思います。包丁いらずなんでね、お子さんでもできると思います。そしたらここにまず塩を打ちます。で、胡椒ですね。胡椒も打っていきます。市販の塩コショウとかでもいいと思うんですけど、塩コショウ別々で振るのが結構好きだったりする。はい、で裏側も一緒ですね。塩打って、で胡椒ですね。はい、そしたらここに衣をつけていきます。ジップロックにアジを入れて、でこの中に、好みの問題なんですけど、小麦粉または片栗粉ですね。
片栗粉の方がなんかザクザクな感じに仕上がると思います。で、小麦粉だと、アジの味をダイレクトで楽しめる、そんな唐揚げになるような気がしますね。今日は小麦粉でいきます。本当にね、お好みでいいと思いますよ、これは。小麦粉と片栗粉混ぜてみてもいいしね。はい、小麦粉が入りました。そしたらジップロック蓋して、はい、一瞬で混ざりましたと。あとはこれ揚げていくだけですね。揚げたて食べたいので、まずお刺身から作っていきます。サクッといきますね。鱗を取って、エラを取ります。で、刺身なんで頭取っちゃいましょう。よいしょ。で、内臓を外して、はい、とりあえずここまで。で、次、ベラちゃんですね。ベラちゃんも鱗は取って、で、頭を落とします。で、お腹外して、はい、とりあえずここまで。で、次、カマスですね。カマスも鱗をなぜなぜします。ほら、もう取れてますよね、鱗が。やっぱりね、塩もみって大事なんですよね。ある程度取れちゃいますから。あ、鮮度いいな。で、あとは小アジですね。小アジも頭外して、で、内臓ですね。内臓はここら辺から包丁入れて、で、ここでかいて、で、一発落とすと。こんな感じ。すっげえ油ある。ほら、見てください、これ。小アジなのにしっかり脂肪がある。小手羽だとすっげえ楽。こう入れて、こう入れて、こうですね。うわ、これすごいな。このアジすごい、クオリティが。うわ、これもすごそう。なんかね、持っただけでね、油のあるアジってわかるんですよ。ほら。なんて言うんだろう。ゴム手袋越しでもわかるんですよね。表面がしっとりしてるというか、言葉で伝えにくいんですけど、やっぱありますよ。いきます。大目おろしで。こうですね。ほら。綺麗な身にしてますね。反対向けて、ここから入れて、できるだけ一発で。こんな感じ。で、腹骨をすくと。よっと。この状態に全部します。で、僕、小手羽でさーってやってますけど、結構小手羽だと難しい。身がぐちゃってなっちゃうことが多いです。慣れてくると、さーっとこういけるんですけど、アジの鮮度がちょっと悪くて柔らかかったりすると、小手羽だとね、意外とうまくいかないことが多いです。なので、その時は、薄葉だと比較的簡単。こう柳包丁だとめっちゃ簡単にいきます。こう入れて、で、人差し指で押さえて、スーッと入れるだけ。反転させて人差し指で押さえてスーッとこんな感じですね。で、腹すく時もスッとスッともう一度いきますね。人差し指で押さえてここからスーッと反転させてここから人差し指でスッと。これ10匹ぐらいやればね慣れてくると思います。もう数こなせばこれは簡単にできるようになりますんでね、もうめげずに頑張りましょう。ほんで大名おろしだとこっち側はこうさーっと綺麗に3枚におろせるんですけど、この骨の方ですね、こっちはちょっと傾けすぎちゃうとこういう風に背びれがついてきちゃうことがあるんですよね。で背びれの骨これついてきたら取っちゃってください。これ皮引く時に邪魔だし口の中入ると結構硬いので、腹の方の骨もついてきたらこれを取る。これめっちゃ大事です。どうしても大名おろしだとついてきちゃうこと多いんでね、このぐらいのサイズの小アジをきれいにお刺身にできることができたら、もう大概のお魚はさばけると思います。大きい魚よりこういう小さい小魚をきれいにさばく方がもう断然難しいです。結構ねこう手先の器用さが必要となりますんでね。僕これちっちゃい頃よくやったな。サビキで釣ってきてね、ばあちゃん家でこれひたすらさばいてたわ。懐かしいな。1匹何万円の魚とかもいいですけど、こういうどこにでもいる小魚を美味しく食べるっていうのがいいですよね。そしたら次は皮むいていきます。今日あえて黒のまな板でやったんですけど、こうまな板見てください。やっぱり鱗が少しついてますよね。小アジの鱗っていうのは完璧には、取れんもんだと思ってください。唐揚げとかしちゃう分にはこんなもん気にならないんですけど、刺身の場合はちょっと気になるんです。塩もみでざっくり取ったからこのぐらいで収まってますけど、もう塩もみも何もしなかったらもっとすごいですからね。なのでまず氷水用意して、ここにお酢ですね。さーっとどんなお酢でもいいです。で酢水を作ります。
そしたらこれ手でもね剥けるんですよ。頭の方からこうやってピロピロピロっとコツつかめばピローっと、ほらこんな感じで1枚ずつめくれますんで、めくったら酢水の中に入れると、この頭の方から皮持ってでピロ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 っとこんな感じで、これねちょっとコツがいるんですよね。こう頭の方を持ってこう取っかかりができたなと思ったら、この親指をこうしっかりまんべんなく身にべったりつけて、皮の方をこうやって引っ張っていくイメージですね。ゆっくりゆっくりとこうですね。包丁使いの方はここら辺から包丁を入れてスッとこうやって剥いちゃいます。慣れてくると包丁の方が楽。こういう感じで尻尾の方からここら辺から入れてシュッシュッ。絶対包丁の方が仕事は早いです。こうですね。ちゃんとギンギンも慣れてくれば残りますんでね。コツとしてはキワッキワでいこうとするとゼイゴが引っかかっちゃって皮がうまく引けないんで、ちょっともったいない気もするんですけど、ここら辺から入れ始めて、でここで斜めに角度変えます。で斜めに角度変えたら思い切ってシュッとこうですね。もう一発でいきましょう。入れたらシュッとこうですね。でたまに切れちゃいます。切れちゃった場合はこう手で剥いたりだとかで、ここまで来たら包丁の刃のついてない方でこうやってもいいしね。こんな感じで、皆さん好きな皮のめくり方してもらえばいいかなと思います。でも仕事が早いのはね、僕これな気がする。小アジは尋常じゃない量をさばかないといけないので、できるだけ仕事を早くね、なおかつ丁寧に丁寧にっていうのがものすごい大事となってきます。なんでかというと、これすぐ傷んできちゃうんで、もう3枚におろしたら早く冷やしてあげたいんですよ。ほらこれ見ました？今これなんで引っかかっちゃったというと、こうやってここにねお腹の骨がついてたんですよ。これがあるとうまく進まないんですよ。なんで背びれとお腹の方のヒレが3枚おろしで残っちゃった場合は絶対取ることですね。これやんないとどのみちこの工程で時間がめっちゃ食われます。はい、こんな感じにおろし終わりました。そしたらシャバシャバーっと洗います。そうすると下に鱗が落ちてくれますんでね。で酢水なんで軽くアジが締まるようなイメージですね。で生臭さも消えますんで、よし、これでアジのお刺身の完成ですね。はい、次カマスいきます。カマスもアジと一緒ですね。大名カマスの刺身こそ本当に贅沢な一品でして、カマスは傷みが早いです。本当に釣り人の特権ですね。でカマスって血合い骨がちょっと強いんですけど、多分このぐらいだったらね、正直そんな気にならないんじゃないかなと思いますよ。なので腹骨だけ引いちゃって、で皮引きます。こんな感じですね。思ったより脂ありますね。意外といいですよ。ほら、いいですいいです。深場にいるカサゴですね。これも小手羽でいきます。うわ、やっぱさばきやすいな、小手羽だとね。でも本当は小手羽とかは初心者の方はあんま使わない方がいいんですよ。大きい包丁で慣れた方が絶対上達は早いです。小手羽は甘えだと思ってる時期がありました。でも上達してからはね、いいかなと思いますけど、やっぱちっちゃい魚は小手羽がやりやすい。特にカサゴの3枚おろしなんかもうめちゃくちゃやりやすい。いい身してる。美味しそうだな。腹骨をすいて、で皮を引いていきます。意外と3枚おろしにすると小さいですね。次ベラちゃん、君はどこに行ってもいるよな。でもね、実はこれうまいんですよね。ちょっと骨は強いんですけど、その骨さえ取ってあげればめちゃくちゃ美味しい魚です。骨が強いな。笹の葉は本当に骨が強い。はい、OK。はい、このようにおろし上がりました。アジ、カサゴ、ベラ、カマスですね。さあ、そしたらお皿に盛り付けていきます。まずはわかめですね。あしらいでわかめ入れていきます。よいしょ。
で大葉ですね。ちょっとお刺身にわかめが入ると箸休めで嬉しいですよね。そしたらアジですね、並べていきます。で並べる時もこの上身下身ありますんで、向きを揃えて、上身は上身でこうやって揃えていきます。はい、こんな感じですね。で次は下身ですね。でドセンターにカマスいきますか。そしたらベラですね。ベラは真ん中に強い骨があります。いくら魚体が小さいからといっても、この骨だけは取らんとお刺身では食べれません。なのでベラのお刺身は必ず血合い骨、真ん中の大きい骨は取ることで置いていきます。こうかな。そしたら次はカサゴちゃんですね。記念すべきカサゴ。カサゴもちょっと血合い骨強いです。なので血合い骨を落とすと。でカサゴは大きめなので背中で3切れぐらい取りますか。1切れ2切れ2切れですね。意外とカサゴも上手におろせばお刺身取れます。ちょっと難しいんですけどね。でお腹は1枚で、はい、こんなもんでいいでしょう。ちょっと無造作にいきます。ですだちを切って添えて、アジなんでね、夏っぽくみょうが、そして生姜ですね。新生姜使っていきます。アジの刺身、皆さんどう食べるのが好きですか？僕は今日は生姜醤油でいただきたい気分です。で少し汁絞って、で形整えて真ん中にポンと置きます。でネギも刻んでいきます。でネギもどさっと。はい、これで地魚のお刺身の盛り合わせの完成。では唐揚げ揚げていきます。はい、いい感じにカラッと揚がりましたね。ほんで一度揚げて、この状態ちょっと軽く冷まします。少しね余熱を取るぐらいで、少し冷めたらもう一回油の中で泳いでもらいます。2度揚げですね。これで頭も骨もカリッといけます。はい、 OK ですかね。気泡が粗くなってきたら揚がった証拠。はい、そしたらこちらを盛り付けていく。はい、じゃあ完成。いただきます。よっしゃ、食べていこう。こちらが自分の船で釣ったお魚だけで作ったお刺身の盛り合わせで、こちらがねもうみんな大好き小アジの唐揚げですね。じゃあまずあったかいうちに小アジの唐揚げからいただきます。これがうまいんだよな。いただきます。あー、もうサクサク。あー、うまっ。でギロのやつ、これはたまりません。もうフライングでいきます。キンキンに冷えたジョッキとギロのやつ。はい、こちら7対3ですね。いただきます。ちょっとすだろう。ちょっとすだっていただきます。まっ。この時期の小アジはマジでうまい。しかもまたこのサイズがいいんですよ。この刺身引いたぐらいのサイズだとちょっと大きいですよ。このサイズ感が最高なんです。これを頭ごといくんですよ。ほんと全然硬くないですから。わかります？この頭いったんですけどサクッ、骨も全く気にならんのです。うまいだけで言ったらこの時期はサビキでアジ狙いに行った方がいい。ジギングでブリとかサワラもいいですけど、正直アジなら今こっち。これ今日船から行きましたけど防波堤でも簡単に釣れますんでね。刺身も行きましょう。もう唐揚げだけじゃないですからね。今刺身もついてますから、ちょっと油ばっかだとね、さっぱり行きたいなっていう気持ちにもなりますよね。刺身もねちょっとさばくのは大変ですけど、この瞬間がたまんないんですよ。生姜乗せて
ネギもちょっとこう挟んで、醤油つけて、もう油がすごいもん。いただきます。うめえ。生姜持って2枚ぐらい。あ、すげえ油ある。ちゃんと小さいのにアジの香りがあるんですよ。それはね、20センチ、30センチぐらいになった方が、アジの香りは強いです。けど、この小アジならではのこの身のきめ細かさ、そしてこの油の乗り、これ食べやすさ。これ血合い骨抜いてないですけど、血合い骨全然気にならないです。うまい。うわ、僕小学校の頃とか、めちゃくちゃ釣りまくって、自分でさばいて、こんもりお刺身作りましたからね。で、家族でみんなで食べてました。そんなことをやってる小学生でしたね。なんで僕は、なるべくしてなった人なのかもしれませんね。今なかなか小学生でそんな子いないんじゃないですか。もしそんなことやってる子がいたら YouTube やってみたらどうですか。第2の気まぐれクックにめっちゃ興味ある。うわー、うまいな。カマスいきましょう。カマスはお醤油だけでいきますね。こちらいただきます。アジの方がうまい。美味しいんだけどね、カマスの個性がないな、このサイズだと。鮮度がいいのでプリプリして美味しいんですけど、個性がない。どうしてもね、ちっちゃい魚体だとその魚の個性出にくいんですけど、カマスは特にないな。あ、こんな感じなんだね。カマスは今度からリリースだな。で、箸休めのわかめがありがてえ。お次、ベラいきましょう。点々とつけていただきます。うまいんだよね、これ。弾力があって、こう噛めば噛むほど旨味が出ますね。ちょっと大げさに言うと、フグみたいな味がします。大げさに言ってますよ、結構。でもそのぐらい美味しい。はい、次、カサゴいきます。深場で釣ったカサゴ。初めて僕のジグに食ってきてくれた。いただきます。うわ、うまいわ。ベラよりカサゴの方がやっぱ美味しいんだな。カサゴってすげえわ。旨味があるね。でもやっぱ深場のカサゴって味しますね。もっとね、堤防とかで釣れる黒っぽいカサゴ、あいつはね、もっとね、脂があって香りも強くてうまい気がします。これもうまいんですけど、浅場のカサゴも釣りに行きたいな。船でね、狙えるんですよ。陸からじゃ渡れないこの沖堤防とかのテトラポットに投げるとね、結構大きいの釣れるんですよ。船でしかできない企画なんでね、またカサゴも企画でやりたいと思います。で、今日キスも狙えたんですけど、キス釣っても食べれんなと思ってやめました。あえてキスはまた別の動画にしますね。よし、それじっくり食べていくよ。ごちそうさまでした。ということで、今日は自分の船で釣ったお魚を使って唐揚げとお刺身作ってみましたけども、ああいうのが最高です。いつもは防波堤から狙っていたお魚、自分の船から釣れるってやっぱいいですね。で、またね、生けすがあるんでめちゃくちゃ楽。はい、釣れたすぐに生けすに入れる、餌入れて釣るの、このね、手返しが早いこと早いこと。鮮度維持も簡単なんでね。ただエラが傷ついたり針飲み込んだりしちゃった子はクーラーボックスに入れ傷といけすだと傷んじゃうんですけど、生きたまま持ち帰れるってもう最高。ほんで小魚っていうのはね、やっぱり手間をかければかけただけ美味しくなります。で、鮮度が良かったらなおさらです。もうちょっと言うと技術があるともっともっと素敵な料理になります。皆さんもぜひね、夏はサビキ釣りで小アジ釣ってみてください。うまいです。そこにアジがいさえすれば絶対釣れますんでね、また船釣り企画やっていきたいと思います。はい、というわけで今日もよいしょ。バイバイ。